では DNA マイクロアレイについて説明します。アレイっていうのは整然と並んでるっていう意味です。後で出てくるけど DNA たちを小さいお部屋に整然と並ばせるような実験器具を使います。ではこれどんな実験手法かっていうと、例えば正常な細胞とがん細胞の間で遺伝子の発現の程度を比べるような実験手法なんですよ。例えばがん細胞にだけ発現している遺伝子があるとか、がん細胞でだけ発現していない遺伝子があるね、正常な細胞で発現しているのにがん細胞で発現しなくなっている遺伝子があるっていうふうなことが分かれば、我々はそのがん細胞の研究を一歩進めることができるわけです。別にこれ正常な細胞とがん細胞だけではない。例えばあるホルモンの作用を受ける前の細胞、あるホルモンの作用を受けた後の細胞で遺伝子の発現がどう変わったかも調べることができるし、あとは同じ種類の細胞でも、ね、発生のステージによって、時期によって発現が上がったり下がったりっていうのを調べることもできる。さて、具体的に中身見ていくと、まずね、遺伝子の発現を調べるって時に、それどうやって調べるのかっていうとね、その遺伝子由来のメッセンジャー RNA がどの程度あるかっていうのを我々遺伝子発現の指標にするんですよ。ある遺伝子由来のメッセンジャー RNA がめっちゃあるんだったら、その細胞ではその遺伝子が強く発現してるんだなって分かるんです。でそれぞれの細胞からメッセンジャー RNA を取ってくる。でそのメッセンジャー RNA を、ね、特殊な酵素、逆転写酵素を使って逆転写して DNA に変える。RNA を逆転写して作った DNA を相補的 DNA っていうけど、相補的 DNA をそれぞれの細胞から取ってきたメッセンジャー RNA から相補的 DNA を作ると。でその相補的 DNA には標識をしておきます。例えば正常な細胞由来の相補的 DNA には赤の標識を、がん細胞由来の相補的 DNA には緑の標識をしておく。これ色を変えておくと後々、便利になってきます。で、今回ね日本とかしか配列書いてないけど、本当はこれものすごい種類の配列の、DNA がいっぱい生じてくるわけだ。大抵使うのは一本差 DNA なんで、ちょっと一本差で描いてます。例えば遺伝子1番が正常な細胞で発現してるんだったら、遺伝子1番由来のメッセンジャー RNA は細胞の中にたくさん見出されるはずだし、でその遺伝子1番のメッセンジャー RNA 由来の相補的 DNA もできてくるって感じ。遺伝子2番が発現してるんだったら遺伝子2番由来の DNA がここにできてくる。がん細胞も同様で、がん細胞では遺伝子3番由来の DNA とか、がん細胞では遺伝子2番由来の DNA とか、そんなふうにそれぞれの細胞で発現している遺伝子由来の DNA が標識してここに現れてくる。なんか2番かぶってんじゃんと思うかもしれないけど、それは当然いろんな種類の細胞で共通して発現している、遺伝子もありますから、当然、どっちにも含まれる、どっちの細胞にも含まれるメッセンジャー RNA も、共通して発現している遺伝子に関するメッセンジャー RNA もあるし、で共通して得られる相補的 DNA ももちろんあるわけだ。どっちの細胞でも発現していなかったら、どっちの相補的 DNA にも見出されない、その遺伝子由来の配列は。簡単に言うと、正常な細胞由来の、発現している遺伝子の配列を取ってきます。がん細胞で発現している遺伝子由来の配列を取ってきますって感じで、標識しておきますって、色つけておきますって感じで、これをどうするかっていうと、このたくさん小さなお部屋があるこのガラスの上にこれを混ぜたものを加えるんですよ。でこのお部屋一つ一つに何があるかっていうと、それぞれの遺伝子の代表的な配列が並んでるんですよ、お部屋ごとに。例えばこのお部屋は遺伝子1番に特徴的な配列がわーっと並んでる AATT。 このお部屋は遺伝子2番に特徴的な配列が並んでる、ね、TTTT。これちょっと塩基配列が短すぎるけど、今日はちょっと考え方だけ学ぶものとしてちょっと勘弁してほしいんだけど、でこの別なお部屋には遺伝子3番に特徴的な配列がずらーっと並んでる、ね、このふうに遺伝子1番に特徴的な配列が並んでる、遺伝子2番に特徴的な配列が並んでる、遺伝子3番に特徴的な配列が並んでるっていうふうに整然と並んでるから、 DNA が整然と並んでるから DNA マイクロアレイっていうんですね。このアレイっていうのは整然と並んでるって意味です。
代表的な配列で、例えば、特徴的なエキソンを使うことが、エキソン部分の配列を使うことが多いけど、簡単に言うと、それぞれのお部屋はそれぞれの遺伝子を代表してる。それぞれの遺伝子に代表的な配列がそれぞれのお部屋に並んでるって感じ。遺伝子1番の代表的な配列、遺伝子1番に代表的な配列、遺伝子2番に代表的な配列、遺伝子3番に代表的な配列がそれぞれのお部屋に並んでるって感じで、そこにこの色ついた DNA を加えていくんですよ。そうすると何が起こるかっていうと、この遺伝子1番由来の配列と、でもちろんこっちも遺伝子1番の代表的な配列だから、これとこれはくっつく。塩基同士、相補的な結合をする、AATT、TTAA、ベタベタくっつく。ちょっと先に3番見ると、遺伝子3番由来の配列と遺伝子3番を代表する配列はもちろんくっつく。GGGC と CCCG、ベタベタくっつく。で、正常な細胞にも、がん細胞にも、正常な細胞でも、がん細胞でも発現している遺伝子2番由来の配列、これはこの遺伝子2番の代表的な配列にやっぱりベタベタくっつく。ちょっとこれ2つしか書いてないけど、本当はもっといっぱい DNA 並んでます。そこにベタベタくっつく。で、そうすると上から見たら、このお部屋を上から見たらっていうか、コンピューターに解析させたらどんな色が見えるかっていうと、赤がベタベタくっついたこのお部屋は赤く見える。で、緑がベタベタくっついたこのお部屋は緑に見える。で、赤も緑もくっついた、赤も緑もくっついたこのお部屋は赤も緑もベタ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 ってくっつく。繰り返して言うけど、これ2つしか書いてないけど、本当はいっぱい DNA が並んでる。そこに赤も緑もベタ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 ってくっつくから、上から見ると赤と緑が混ざったような黄色に見える。で、こんな風にこの色を、それぞれの色をコンピューター解析すれば、遺伝子1番は正常な細胞で発現している遺伝子、ただしがん細胞では発現していない。遺伝子3番はがん細胞で発現している遺伝子。繰り返すけど、がん細胞の相補的 DNA に遺伝子3番由来の配列があったってことは、これはメッセンジャー RNA を逆転写して作ったものなんだから、遺伝子3番のメッセンジャー RNA があったってことだからね。遺伝子3番が発現していたってことだからね。だから遺伝子3番は緑がベタベタくっついた、赤はくっついてないってことは、遺伝子3番はがん細胞でだけ発現していた、正常な細胞では発現していなかった遺伝子だということが分かる。で、この遺伝子2番は黄色く見えたってことは、赤もくっついたし緑もくっついたってことだから、正常な細胞でもがん細胞でも発現していた遺伝子だということが分かる。もちろんこれ、この色の程度で発現の強弱ももちろん解析できます。たくさんメッセンジャー RNA があれば、たくさんベタ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 ってくっついて色が濃くなるみたいな、実験手法も、実験の使い方もあります。今回はちょっと一例では、これが、DNA マイクロアレイの実験でした。遺伝子発現の程度を調べる実験です。ちょっと難しいからさらっと最後に復習しておくと正常な細胞でよく発現している遺伝子はその発現している遺伝子由来の相補的 DNA が作られる。がん細胞も同じように相補的 DNA を作る。ここに見られる配列っていうのは発現していた遺伝子の配列で、我々はガラスの板に小さいお部屋を何箇所も用意する。今回これだけしか書いてないけど、本当は何百万っていうお部屋を用意できる。何百万というお部屋、それぞれのお部屋にはそれぞれの遺伝子の代表的な配列が整然と並んでる。そこにこれらを加えていく。それぞれのお部屋にこの色のついた DNA を加えていく。そうすると相補的な塩基同士結合する。で、余計なものを洗浄で洗って、余計なものを洗い流すと、こんな風に赤がベタベタしっかりと相補的に結合した赤がベタベタくっついた、だけど緑はくっついてない正常な細胞だけに発現する遺伝子で、緑はベタベタくっついたけど赤は全然、塩基対形成できてなかった、がん細胞にだけ発現する遺伝子で、どっちの細胞でも発現していた遺伝子っていうふうに色を解析することで分かるっていうんですね。色を解析することでそれぞれの正常な細胞とがん細胞で
発現している遺伝子が、比べることができるっていうんですね。ちょっと難しかったですね。DNA マイクロアレイの、実験手法ね、もう一回ね復習してみてください。